内側から知恵が湧き出て、人生がね、ものすごく楽になる。瞑想の聖地インドで修行者1億人の頂点に立つ史上初の女性、ヨガの母ヨグマタ相川恵子が送る人生の羅針盤。今回のテーマは、こんにちは。ヨグマタ相川恵子です。今日は私は一体誰であるのかについてお話をさせていただきます。あなたは誰ですかって言うと、やっぱり何々ですとか名前を言ったりね。名前は変えられるので、本当の自分ではないのかなっていう感じですけれども、職業をね、プログラムをやってますとか、あるいは看護婦をやってますとか、そういう職業もね、また変えられるので、それが本質の自分ではないわけですね。そういう役割を演じている。で、母親であったり、お父さんであったりね、自分は優秀であるとかね、いろいろ自分のキャラクター、自分の質みたいなことを言うかもしれない。でもそれも本当の自分ではないと。小さい時ね、ものすごい体が小さくて、12に成長して、細胞も一定時期生き続けると、また死んでね、また新しい細胞が増殖して生まれるという、血液の細胞も全部ね、昔のこの体ではなくて全部入れ替わっているわけですよね。で、心も常に変化をしているというところで、本当の自分っていうのは誰なのかっていうのをね、経典とかには書いてあるかもしれないんですけれども、私たちは体と心と魂でできている。じゃあその魂が本当の自分なのかって、本当の我って書いて真がで、サンスクリット語でアートマンって言うんですね。その本質の自分はアートマン。でもそれはただ本を読んで知った知識に過ぎないんですね。でも知識でいろいろ勉強して分かったようなつもりになってしまう。だから実際に体験をしていくっていうね。それがどうやって体験をするのかって。瞑想をしていくんですけれどね。で、最終的に自分について気づきというかね、自分は一体誰であるのかっていうのを気づいていく。自分が心に一体になっているっていうね、心で何か常にね、いろいろとらわれていてね、でそのことを一生懸命になって外れないっていうのがあるんですね。例えば性格でも心の性格で心配性とかね、考えすぎちゃうとか、自分は一体誰であるのかって分析をしたりしてね、それは心で一生懸命分かろうとしてね、心を超えられないわけです。自分はこういう性質であるとか、分析したりね、それは自分のそういう心の性質であってね、本当の自分ではないわけですね。だから本質の自分を発見することでどういういいことがあるのかね、真理を悟るっていう、本当の自分を悟るということなんですけどね。でそれを悟ることでただ分かるっていうことでね、一人ものを体験して知っているっていうことではなくて、あなたが本質のクオリティになるとね、運命が改善されて真の幸せを得ることができるんですね。だからあなたはこうであるっていうね、言ってもね、それで分かったっていうことでなくて、やはり実際に修行をして体験をしていかないと、そのことを気づくことができないんですね。それはもう自分が心だと思い切っているので、そこから見てもね、本当の自分っていうのは見えないわけです。心っていうのは数珠のようにずっと過去世からね、いろいろ体験して、今日一日こういうことを体験したとか、いろいろな記憶が全部ありますのでね、その奥にある自分っていうのは、この心が曇っていて、曇りの奥にあるので、曇っているから心しか見えないから、自分は心だと思ってしまって、さらにそれを
超えていくっていうことにはね、なかなかできないんですね。ですから清めて透明にしていくっていうね。例えば水がね、こうすごくこう濁っているとね、水の底に何があるかっていうの見えないわけですよ。だから水がすごくね、こう浄化されてね、生成されて、泥水が沈殿してもその奥底に砂だけがね沈殿してるので、さらにその奥は見えないわけです。ですからそれさえもこう溶かしてね、生成をしてきれいな水になると、でこう底まで見えて、そこに何があるのかって。だから私たちの肉体もこう濁ってるんです。ストレスをためてものすごく濁ってるんですね。怒りとかね、あるいは自分がこうできなかった悔しさみたいなものとか、全部そういう感情的なものも全部肉体にこう記憶されて残ってるんですね。で心ももちろんいろいろ体験していろいろな記憶があって、でそういう自分のクオリティ決めつけている、ね、思い込み、でそういうのを執着っていうんですけれども、そういうものがこう蓄積されていて、心が曇っているので、肉体も曇っているので、その奥に何があるかっていうの見えないわけです。だからただ知るっていうんじゃなくて、今度はそれを磨いていく、浄化をしていくっていうね、自分の行為をする、カルマっていうんですけどね、それを行為をして人をこう傷つけたりね、言葉の暴力とか体の暴力とか暴力振るとね、で相手もこうショックが残ってね、恨みの波動がきますよね。で自分もこう悔しいとかね、そういうのでこうすっきりしない、あるいは後悔したりね。だからもっと愛を増やしてね、思いやりを増やしていくっていう、そういう生き方をしていく。どういう生き方がいいか、まあ道徳的なことなんですけどね、嘘をつかないとかね、やっぱ嘘を重ねるとね、どん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 こう真理から遠くなってしまって、自分が自己防衛でね、ちょっとした嘘からね、また嘘を言わなくちゃならない、嘘を言わなくちゃ。そうすると自分がいつもこうすごく正直でないと、どっかにこうね緊張があるのかもしれないですよね。そうするとこう緊張していろいろ固まってね、本質から遠くなってしまう。真のヨガ瞑想を通して100万人以上に愛と平和を伝えてきたヨグマタ相川恵子に学ぶヒマラヤシッダー瞑想目覚めのセミナーを開催中。 LINE 登録するだけで完全瞑想ガイドをプレゼント。詳しくは概要欄から。自分は一体誰であるのかっていうのに出会っていくのにね、だから心の使い方、体の使い方、そういうもののガイドがあるんですね。例えばその樽を知る心とかね、こうあまり欲をかかないとかね、むさぼって寝てしまうとかね、エネルギーがこう消耗しちゃうと、本当の自分に出会うためのね、そのエネルギーの方に行かなくなる。自分が例えば目的に向かって進む時にね、途中で美味しいものがあったからって美味しいもの食べてたり、途中でいいベッドがあったから寝てたりとか、目的のところに行くのにそこでエネルギー使っちゃうと、疲れたってまた、ね、例えば宿題をやらなかったっていうとね、またどんどん溜まっていくみたいなものでね。だからそれでこう寄り道してると、その目的の本当の自分に出会いたいっていうね、本当の自分の出会うためにエネルギーを注ぐっていうのが、そういうものも枝葉なところに使われてね、エネルギーが消耗してしまう。三大欲望っていうか、そういう生理的な現象で、もちろんそういう、お腹空いたら食べたいわけでね、山へ行きたいとかね、旅行をしたいとかね、いい家を買いたいとかね、いろいろある。でもそういうのをやってると、本当の自分に行くのにどんどんまあいいや、明日でいいやとか、そしたらもう死ぬ間際になってしまうかもしれない。だからまあそういうものをね、こう少し自制してね、しっかりそのエネルギーを蓄えて、で清めていくってことをやっていく。そしてさらにいいエネルギーを蓄積していくのには、汚れがついたらね、こう体をお風呂入ってお掃除するとか、清めるね、清潔にするっていうことが、それから良い教えの本を読むとか、そういういいメッセージが来て心が安らいでね、平和になるっていう。あるいはね、
自分は一体誰であるのか、この体がね、誰が作られたのかね、この心を誰が作られたのか、この宇宙を誰が作られたのかね。だから自分の力では体もできないわけですよね。で、何かの力がある、大いなる存在の力ね、神秘の力っていうのをそういう存在があるんだっていうことをね、信じてやっていくって、まあそんな風にこういろいろこう心の良いことに使ってるとね、こう使ってはいけないっていうことの戒めがあって、今度は体を整えるって、体が歪んだりしているとね、そこに血行が悪くなってそれが死んじゃうかもしれないので、まあ、体の関節を緩めてね、伸びないところを伸ばしてね、形を整えると心も安定する。アーサナって言うんですけどね、ポーズ。まあそういうのを少しやっていただいて、あと呼吸をね、整える。呼吸によってすごくこう清まってもいくんですね。ですからその呼吸法っていうのがあって、そういうものによってね、酸素をもっともっとこう供給してね、不燃焼の部分を浄化して頭をすっきりさせたり、胸の呼吸が楽にできたりね、で腰の硬いのがこう柔らかくなったり、足が軽くなったりね、手もこう指がよく動くように、全身にこうプラーナが行き渡ってね、そうやってこのエネルギーの道がきれいになって、で一番大切なエネルギーの道、源からのエネルギーの道っていうのをね、きれいにする。まあそれヒマラヤの聖者はすごくその呼吸についてね、クリアの秘法っていうんですけど、それをよく知っているんですね。それからこの感覚っていうのがね、この本当の自分のところへ行かなくちゃならない。自分は一体誰であるのか。でも目に見たものが綺麗だ綺麗だってそっちに行っちゃったり、悪い話も聞いて気分が悪くなったりね。だからこういい話も聞いて、でそっちにあれが欲しいとか言ってしまったりとかね、匂いとか味覚とかこう五感があるわけですよ。で感覚がいつもアンテナのようにね、私たちの中に入ってきて心が動くわけですね。だからその欲望がだーっとこう湧き上がる。だから感覚をコントロールするっていう。例えばその知識でもね、やたらこう勉強したいって本読んでると、やっぱり人の借り物の知識で頭いっぱいになっちゃう。で自分でわからないとならないわけですよ。だからそういう情報っていうものもちょっと一旦こう置いといてね、静寂になるようにしていくっていうのがね、さらにこう明鏡止水にしていかなくちゃならないわけですね。だからこういろいろこう刺激が入ってくると波立ってしまうので、刺激をシャットアウトする。静かに一人になる部屋にこもって瞑想をするとかね、うろうろするとね、いろいろねきっかけがあって、いつまで経ってもね静かなところに行かれなくなる。だからその静けさなところに行くのにね、ある期間だけそれをシャットアウトして、そういうね時間を作るっていうことですね。それでようやく瞑想になるわけなんですよ。さらに一歩前進して、今度は精神を統一するっていうのがある。精神を統一する。それはいろいろな精神統一の方法があるわけですけれども、呼吸を見つめるとかね、あるいは何か光を見つめるとかね、音を聞くとか、そういうことで、ね、精神を統一していくと、今度はそれがこう清まってね、このいろいろなものがこう見えてくるわけです。今まで眠っていたものがね、湧き上がってくる。自分の内側のものがね、過去の記憶とかね、それも全部感謝をしてね、手放していく。だからそれが瞑想業なんですけれども、湧き上がるものを積極的に捨てたり、焼いたり、流したりとか、その秘法がいろいろあるわけですけどね。まあそうやって静寂を作っていく。で、やがて究極のサマディに到達していくってね、それは本当の自分と一体になるっていうことを究極のサマディって言うんですね。全てが一体になってこう揺れてるものが全部ね超えて、自分は一体誰であるのかっていうのが分かる。感覚を超えたところにそれがあるのに、
そうすると自分がすごい自由な人になる。アドレナリンが出てガーッと自由になるみたいなね、そういうのもあるんですけれども、それある種の何かそういうエネルギーと一体になるってことはね、恐れとか悲しみとかそういうものがバーッとこうなくなってそれと一体になってるんですけど、今度は静寂と不動のものといろいろな一体があるんですよ。サマディにもいろいろなレベルのサマディがあるんですね。喜びと一体になる。アーナンダサマディ。それ本当の自分と一体になる。サンプラガーティ、サマディというね。まあそういうところで、そのアートマンと一体になり、さらにブラフマンと一体になる。それがインドのね、5000年の昔にね、ヒマラヤの聖者がね、修行されて、その真理に到達して、でそういうものが脈々とこう伝えられて、ね、皆さんがさらに内側から愛が湧き出て、内側から知恵が湧き出て、生命エネルギーが湧き出て、人生がね、ものすごく楽になる。自分に自信が持てるっていう。だからその修行をこう取っかかるだけでね、もう一歩前進しただけで、ね、そういう希望を持って信じるだけでそのパワーをいただけてね、ですごく楽になっていくんですね。ですからぜひ皆さんも、その道をね進んでいただきたいと思います。